いや、こういうポイントも知ることができると、ものすごく感動しちゃいますよね。ファンのために妥協を許さないっていうかね。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、トニセン坂本昌行、嵐大野聡が歌う堂本の愛の塊。こちらのですね、歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ5月にですね、嵐の歌声分析動画強化月間というものを行いました。20本近く嵐の楽曲の歌声分析動画を公開したんですけれども、その中のコメントでですね、非常に多かったのが、坂本さんと大野くんが歌う愛の塊の歌声分析動画を公開してほしいというものでした。僕もね、非常に興味があるお話だったので、このタイミングにはなってしまいましたけれども、歌声分析をしてみたところ、もう衝撃的でしたね。ものすごすぎる。そういった部分を徹底的に分析し、そして解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、坂本さんと大野くんが歌う愛の塊、歌声分析 GO！ 相変わらず素晴らしい声ですよね。今回の大野くんの声なんですけど、少しだけ堂本光一さんの歌声に近づけてるような雰囲気がします。理由はというと、鼻のですね、鼻腔共鳴の音色がいつもの歌声よりも強いんですよね。鼻の鼻腔共鳴っていうのは主に声質のコントロールをするようなポイントなんですけど、声の出し方的には歌声に鼻声の音色をですね乗せるような発声方法になるんですよ。嵐の楽曲を歌ってる時はここまで鼻腔共鳴を強調したような歌声ではないかなっていうふうに思うんですよね。もう一回聞いてみましょうか。なんかそんな感じがしますね。で、鼻腔共鳴の音色をですね、歌声に多く乗せているので、声のツヤツヤしたような雰囲気もものすごく出てるし、歌声のタッチがですね、ものすごく柔らかいんですよね。だから耳元で優しく囁いてくれているような雰囲気がですね、ものすごく素敵な歌声ですよね。嬉しいの。ここで一回音を上げることによって気持ちを溜めているような雰囲気も表現されてますよね。やっぱり大野くん歌声も素晴らしいんですけど、歌声への感情の乗せ方もですね、素晴らしすぎますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、嬉しいの。こういう感じになってますよね。で、気持ちを溜めた後の余韻を感じさせてくれるこのビブラートも非常に心地がいい。いや、坂本さんの歌声も素晴らしすぎますよね。坂本さんはですね、口の中の口腔共鳴っていうところの音色を中心にした歌声作りをしてますね。口腔共鳴はですね、言葉の輪郭をはっきりさせたり、あとは口の大きさによっては声量のブーストだったり、あとは喜怒哀楽の感情をですね、歌声に乗せることができます。そして口腔共鳴を中心に歌声の音色作りをするとですね、日常会話で話している声の雰囲気に非常に近づくんですよね。なので歌声の雰囲気がすごくナチュラルな感じになります。もう一回聞いてみましょう。安定感も素晴らしいですよね。全身の力がものすごく抜けているからこそ、この安定感が生まれるんですよ。やっぱり歌を歌おうとすると、体のどこかに力が入ってしまう。要は体が力んでしまう。こうなりやすいんですよね。ましてやテレビで生放送じゃないですか。どんなベテランでも緊張しないわけがないんですよ。
でやっぱり緊張すると体に力が入りやすくなって、その結果大きく音程が外れてしまったり声が裏返ったりしちゃうんですけど、その緊張している環境でもここまで素晴らしい歌声を表現できる坂本さん、やっぱりさすがですよね。ついていきたくなっちゃうの。この最後のロングトーンの抑揚が素晴らしすぎますよね。ロングトーン初めのところはですね、あえて若干声量を少し下げるんですよ。そこから声量を徐々に上げていって、途中からビブラートで余韻を表現っていうね、超高等技術ですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、すごいでしょ。このぐーっと引っ張っていくようなパワー感を歌声から感じますよね。やっぱり歌っていい声を表現するだけだと伝わらないんですよね。今回歌ってる大野くんと坂本さんみたいに最強レベルの歌声プラス最強の表現方法、この組み合わせじゃないとやっぱり感動を与えることができないっていうね、そのポイントのまさに教科書みたいな歌い方を2人ともしてくれてると思います。めちゃくちゃ感動しちゃいますよね。ここでハーモニーが入ってきましたね。メインメロディーが坂本さんで、上ハモリを大野くんが歌ってる歌割りかな。で、上ハモリっていうのはメインメロディーに対して上の音域でハモることを上ハモリって言います。特徴としてはですね、きらびやかな雰囲気がものすごく出るハモリパターンなんですよね。で、ここでさすがだなって思ったのが、2人の歌のリズムがですね、ぴったりすぎるんですよね。1ミリもずれていない。で、その後のユニゾンのところもそうですよね。ユニゾンっていうのは、同じメロディーを2人以上で歌うことをユニゾンって言います。長年ユニットを組んで活動していたんじゃないかっていうぐらい息の合った歌声を披露してくれてると思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、すごいですよね。で、ここですごいのがもう一個あってですね、ごめんなさい、今日いつも以上に語ってるんですけど、お付き合いいただけたらなっていうふうに思います。この今聞いたところはですね、おそらく前半のハモリパートだけではなく、後半も坂本さんがメインっていう位置づけでの歌割りだと思うんですよね。なんでそう思ったかっていうと、大野くんの歌声がですね、一歩後ろに下がったような音量バランスになってるんですよね。それ歌でどうやれば表現できるのっていう風に思った方多いと思うんですけど、あえて鼻に声を通さない、こういった発声方法を使うとですね、声の雰囲気が一歩下がったような雰囲気になります。で、鼻に声を入れると声の通りがよく聞こえるんですよ。その逆転の発想ですよね。鼻に声を通さないことによって声の通りをわざと悪くして一歩下がった距離感を作ってるっていうのが、ここの大野くんのものすごいテクニックなんですよね。その結果、坂本さんの歌声がですね、もともとものすごい魅力のある歌声なんですけど、さらにきらびやかに聞こえてくるっていうポイントです。坂本さんと大野くんの歌声をですね、徹底的に掘り下げると、実はこんなに細かいことをやってるんですよね。すごすぎません？ここもそうですよね。坂本さんのものすごい存在感のある歌声が前にバーンといて、大野くんが上ハモリでハモってるんですけど、先ほど言ったわざと声の通りを悪くするような声質を使ってハモってるから、本来高い音域の歌声の方が目立ってしまうんですけど、やっぱり一歩も二歩も後ろに下がったような距離関係できてますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ロングトーンのところとかもそうですよね。こういった距離関係できてますよね。
いやー、2人ともやっぱりすごいですよね。素晴らしいね。やっぱり坂本さんのこの大人っぽくて聞いていてホッとする歌声、どんどん引き込まれていきますよね。そこにきらびやかな雰囲気を装飾するかのような大野くんの美しい歌声での上ハモリ、完璧な構成ですよね。もう一回聞いてみましょう。でまた細かいお話になってしまうんですけど、途中で音を切って歌ってるんですよね。思い切り抱きしめられると心、こういう風に音を切って歌ってるんですけど、この切るポイントをですね2人ぴったり揃えてるんですよね。ここがすごい。なかなか音を切るポイントまで揃えないですよ。こういう徹底的に細かい部分まで合わせているからこそ生まれるこの2人の歌声の一体感なんですよね。おそらくサビ全体的にこういったポイントを聞くことができるので、この後のフレーズもですね、ぜひそういうところチェックしてみてください。クリスマスなんてとかね、いらないくらいとか、こういう細かいところも全部揃えてるんですよ。まさにプロの仕事ですよね。もう一回聞いてみましょう。もう言うことないですよね。もう完璧すぎる歌声ってまさにこのことなんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。ほらほらって言われてもわからないですよね。ごめんなさい。今最後のロングトーンの締めるポイントの位置もですね2人ぴったり揃ってるんですよ。これ相当練習したんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あるいは2人とも楽譜が読めるんだとしたら、あらかじめ音源だけではなくて楽譜も用意してこの通りに歌おうっていう打ち合わせがされていたか。坂本さんも大野くんもものすごく音楽知識が豊富なお二人だと思うので、楽譜の線強いかなっていうふうにね、個人的に推測するんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらね、2人ともぴったりと同じ位置で声が消えてるじゃないですか。いやー、素晴らしすぎますね。これはロングトーンの締めるポイントっておろそかにしてしまう人も結構多いんですよね。いや、こういうポイントも知ることができるとものすごく感動しちゃいますよね。ファンのために妥協を許さないっていうかね、そういう気持ちが歌声から伝わってきます。いやー、すごすぎる。以上、坂本昌行、大野聡が歌う愛の塊、歌声分析はここで終了です。いやー、神コラボでしたね。で、2人とも日本最高峰の歌声の持ち主であり、音楽に対する情熱、ここもですね、日本最高峰かなっていうふうに思いました。徹底的に細かいところまで力を入れて一つの作品を作り上げる。ものすごいハイレベルなプロ根性ですよね。僕もそういった部分をですね、参考にさせていただきたいなっていうふうに心から思いました。素晴らしい歌声をですね、リクエストしてくださって本当にありがとうございます。で、今回はですね、坂本さんと大野くんのコラボでの愛の塊だったんですけど、この動画をきっかけにですね、堂本のお二人の愛の塊、こちらもですね、近日中に歌声分析動画公開したいと思っております。少し前にTHEFIRSTTAKEでお二人が歌われていた動画がですね、YouTube で公開されてますので、そちらの歌声分析動画公開しようかなというふうに思っております。公開されたらぜひそちらもチェックしていただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。